はい、皆さん、こんにちはです。ミネオです。本日は Diablo 4サーバースラムテストに向けた、情報発信していきたいと思います。はい、今回、サーバースラムテストが13日からということで、もうあと5日に迫ってまいりました。なので、一応今回ね、初めてテスト受けてよさとかね、いう方、もしくは前回もね、やって、今回もやりたいという方向けに、今回、結構ね、事前のアップデート情報が来てましたので、それに準拠しつつ、ここ、製品版に向けて、ここの情報だけはちょっとね、確認した方がいいかもねっていうところを、共有していけたらなと思っております。それでね、気になるところあれば、しっかりフィードバックしていくことが大事かなと思います。はい。では、早速行ってみましょう。今回5つ、確認して、ぜひ確認すべきこと、5つ挙げております。まず1つ目。はい。ダンジョン関係ですね。はい。今回ダンジョン関係結構手入れ入ってました。はい。で、その1つがダンジョンイベントの、10%から60%アップっていう。こんなダンジョンイベント少なかったのね。はい。ダンジョン内でイベント発生する確率が前回のベータテストは 10% だったようです。ですけど、6倍で結構やばないっていう。一応、事前の情報だとね、2つから3つは確実に、そういうイベント発生しますって感じでしたけど、この辺がどのぐらい作用するかっていうね、あまりに発生しすぎて探索の邪魔になりすぎないかなという。それと、あまりにマップがやっぱり広かったりするので、行ったり来たりすることで、かなり、これなんでこれ行ったり来たりすんでっていうことでね、結構で、意見があったみたいなので、その辺の探索のしやすさ、あとね、すごく大事なところが、ダンジョンリセットボタンの削除ですね。はい。これもいろいろ賛否両論あったみたいですけども、リセットボタンは、一応現状ではなくすという方向なので、事前の情報だと、時間ちょっと経過で復活、もしくはもう完全にね、再起動していかないといけないのかとか、1日における上限値を設けられているのかとかっていうところで、この辺ちょっと確認したいなと思います。はい、2つ目。2つ目、ドロップ率ですね。これも前回のベータテストでね、おっさんこれめっちゃ落ちんねえけどっていうね、確かによく落ちてた。なので、さすがにやっぱちょっとね、落ちすぎじゃないっていう声が多かったんでしょうか。おそらく結構今回からというか製品版に向けた分は絞られてると思います。なので、実際のほぼほぼ製品版に近いドロップ率ということなので、その辺のね、感触、この辺も確かめたいと思います。はい、3つ目、クラス間の調整になります。はい。今回、事前のね、オープンベータテストでは、ネクロマンサー、そしてソーサラーがちょっと強すぎじゃねっていうことで一部話題になって、ドルイドちょっと弱すぎだろみたいなことありましたけども、その辺が実際、どうなってるのかっていうところとかね、例えば、画面あるようにバーバリアンのね、常時発動 10% ダメージ軽減とか、あとドルイドの使い魔スキルダメージアップとかね、はい。あと、ネクロに関しては、弱体と言われている中、どういった感じで、死体ね、活用していくのがいいのかとかね。その辺、今回、最後の製品版に向けた最後のテストになるので、実際本当はね、全部触って試したいところではあります。はい。そして、4つ目。これは結構、あれじゃない？大事な部分じゃないかな。操作性というかラグ関係ね。前回マップの突っかかりとか、やっぱり結構多かったんで、あれはさすがに治ってるよね。で、個人的に、すごく、期待してるというか気になるところが回避操作のとこですね。はい。ディアブロ3では、右アナログスティックで、ピュッとやるとね、回避できてたんです。で、今回も一応それに割り当てられてなかったのが割り当てられるようになるみたいなので、そのアナログスティックで進行方向、動かした方向に回避ができるとなると、めちゃめちゃやりやすい。うん。もうディアブロ3ちょっと慣れちゃった分があるからね。なので、ここはすごく大事。で、ここでボタン一つ開くと、他のね、ボタン割り振ることができるので、これはね、個人的に期待してます。
あと別にはメイン攻撃の入力をセカンダリボタンに割り当て可能になり、移動とインタラクトの入力を一つのボタンに割り当てられるようになりましたということなんで、まあ、これもね、結構大きいかなと思ってます。なので、まあ操作の部分と、あとやっぱり大きいラグの部分ね、にしてみたいかなと思います。はい。そして最後、5つ目。こちら、レアドロップの場所ですね。はい。今回、レジェンダリーの特殊効果が抽出して、レア装備につけれたりするので、かなり強くて、既存のマップ、オープンベータでいける、一章の部分でも、かなりアイテムレベルが高い、レアドロップする場所がもう、ある程度発覚しちゃってましたね、前回ね。はい。画面のようなとこなんです。なので、その辺が変更されてないのか、されてるのか。まあ、やっぱりどうしてもスタートダッシュ決めたい人とかだとね、この辺先に取って進めるとめちゃめちゃ快適にストーリー進められるかもしれないので、この辺の変更があるのかないのかとかね、まあ、その辺ちょっと気になるところかな。で、今回、ブッチャーなどのボスが反応しなくなってた複数の不具合も合わせて修正されているようなので、合わせて確認してみたいところです。結構というかね、レジェンダリー落とすボスになりますので、このあたりも結構重要になるんじゃないかなと思います。はい、今回サーバースラムテスト、に向けて絶対確認しておいてほしいこと5選ということで、ご紹介させていただきました。6月の発売に向けて最後のサーバーテストとなります。ぜひ皆さんと一緒に楽しめたらと思いますので、またライブでお会いしましょう。また良ければチャンネル登録、Twitter のフォローもぜひよろしくお願いします。では皆さん、バイバイ。